誰も、あの夜の結末だけは想像していませんでした。フェンウェイ、パークを埋め尽くした大観衆。その誰もが見つめていたのは、伝統と誇りがぶつかり合うロサンゼルス。ドジャース対ボストン、レッドソックスという夢のカードでした。しかし、試合終了後に誰もが語ることになるのは、勝敗だけではありません。一人の打者が放った一撃が、球場全体の空気を一瞬で塗り替えた、まさに歴史のような一夜だったのです。試合開始前からスタンドは異様な熱気に包まれていました。ホームの大声援を受けるレッドソックスファンはもちろん、遠くロサンゼルスから駆けつけたドジャースファンも負けじと声を張り上げます。名門同士の対決。その舞台に立つだけで十分に特別な試合でした。しかし、多くの視線はやはりドジャースの一番打者、大谷翔平へと注がれていました。試合前の打撃練習が始まると、その期待は確信へと変わっていきます。大谷が放つ打球は何本も右翼スタンドを越え、そのまま場外へ。打球が空へ吸い込まれるたびに場内からどよめきが起こり、敵地であるにもかかわらずレッドソックスファンからも自然と拍手が湧き上がりました。今日は何かが起こる。そんな予感が、フェンウェイ、パーク全体を静かに支配していたのです。一方でレッドソックスにも揺るぎない覚悟がありました。ホームの声援を背に先発投手が力強くマウンドへ向かい、守備陣も一球ごとに集中力を高めていきます。絶対に流れを渡さない。その意志がベンチ全体から伝わってきました。そして午後7時10分、ついにプレーボール。球場を包み込む大きな拍手の中、大谷翔平が先頭打者としてゆっくり打席へ向かいます。その姿にスタンドは再びざわめきました。初球、力強いストレート。大谷は微動だにせず見送りました。ストライク。実況席からのすぐに声が飛びます。まずは外角いっぱい。簡単には勝負させません。続く2球目は鋭いスライダー。大谷は最後までボールを引きつけ、きっちりファウルで対応します。カウントは2。レッドソックスファンから歓声が巻き起こりました。しかし、この時点でも大谷の表情は全く変わりません。追い込まれた打者とは思えない落ち着きでした。まるで、この先に訪れる1球だけを待っているかのようだったのです。3球目は低めへのチェンジアップ。これを冷静に見送りボール。4球目は高めへ浮いたストレート。一瞬だけバットが動きますが、最後の最後で止めました。ボール。実況席も思わず声を上げます。素晴らしい見極めです。完全にボールを見切っています。カウントは2。そして迎えた5球目。投手は再び外角高めへストレートを選択します。空振りを奪うつもりでした。しかし、その瞬間でした。カキーン。乾いた快音がフェンウェイ、パーク全体へ響き渡ります。打球は一直線。ライト方向へ信じられない速度で伸びていきます。ライトが数歩下がる。ですが、その足はすぐに止まりました。振り返ることしかできません。観客全員が立ち上がります。白球はフェンスをはるかに越え、そのままスタンド最上段へ突き刺され特大ホームラン。球場は一瞬、静まり返りました。ところが次の瞬間、三塁側スタンドから大歓声が爆発します。翔平、大谷、夜空を揺らすほどの歓声が響き渡り、実況席も絶叫しました。信じられません。なんという打球でしょう。フェンウェイ、パークの空気が一瞬で変わりました。大谷はいつもと変わらない表情でダイヤモンドを一周します。派手なガッツポーズはありません。ただ、ベンチへ戻る途中で右手を軽く掲げるだけ。その姿を見たドジャースベンチは総立ちとなり、全員が笑顔で迎え入れました。この一本が、チーム全体に大きな勢いをもたらします。その後もドジャース打線は鋭いヒットでつなぎ、飛球を選び、送りバントで走者を進めながら着実にチャンスを広げていきました。レッドソックスも必死に食らいつきます。簡単には追加点を許しません。しかし、ドジャースの攻撃は終わる気配を見せませんでした。しかし、本当の勝負はここからでした。3回裏、今度はレッドソックスが反撃に転じます。先頭打者がレフト全ヒット。続く打者もセンター前へ運び、無失地、二塁。スタンドは一気に熱を帯びます。ドジャース先発投手も表情を引き締め、一球ごとに集中力を高めていきました。鋭いゴロ、ショートが横っ飛びで捕球します。すぐさま二塁へ送球。
さらに一塁へ。ダブルプレー成立。球場中から驚きの声が上がりました。それでも西三塁。まだ終わりではありません。4番打者が打席へ向かいます。カウントに、2。運命の6球目。強烈なライナーがセンター前へ抜けるかと思われた。その瞬間でした。センターが思い切って前へ飛び込みます。スーパーキャッチ。スタンドは騒然。ドジャースベンチは再び総立ちとなり、先発投手も思わず拳を握りました。このプレーが、試合の流れを簡単には渡さないという強いメッセージになったのです。試合は中盤へ。両チームとも一歩も譲りません。ベンチでは監督同士が次々とサインを送り、ブルペンでは救援投手が肩を作り始めます。実況席では元メジャーリーガーの解説者が静かに口を開きました。この試合は、まだ序章に過ぎません。本当の勝負は終盤にやってくるでしょう。その言葉通り、日本のスポーツニュース速報ではすぐに、大谷翔平、第24号となる衝撃アーチ、という速報が流れ、SNS には、打球速度がおかしい、また歴史を作るのか、今年一番の当たりかもしれない、というコメントが次々と投稿されます。さらにアメリカの放送席でも、翔平がバットを振るたびに球場全体の空気が変わる、という言葉が何度も繰り返されていました。そして迎える5回表、再び大谷翔平が打席へ向かいます。スタンドは自然と総立ちになりました。レッドソックス投手陣の警戒も、ここまでとは明らかに違います。初球は外角低めでボール。2球目は内角への速球をファウル。3球目のフォークに空振りし、ついに追い込まれました。それでも大谷は慌てません。ゆっくりと深呼吸をし、静かにバットを握り直します。捕手が外角いっぱいへミットを構える。投手がセットポジションへ入る。球場全体が息を飲みました。そして、誰も予想できない展開が、この次の1球で待っていたのです。5回表、フェンウェイ、パーク全体が、不思議な静けさに包まれていました。数万人の観客が集まっているとは思えないほどの緊張感です。誰もが視線をホームベースへ向け、ただ一人、大谷翔平と投手の駆け引きを見守っていました。カウントは1ボールにストライク。追い込まれているのは打者。それでも、不利な空気は全く感じられません。むしろマウンドの投手の方が慎重になっていました。セットポジション。捕手は外角いっぱいへミットを構えます。ゆっくりとうなずいた投手が腕を振りました。外角いっぱいを狙った一球。大谷は最後までボールを引きつけます。バットは鋭く出ました。しかし打球は惜しくもファウル。スタンドへ飛び込む大きな当たりに、球場全体から大きなどよめきが起こります。あとわずか。その距離が、観客の期待をさらに高めました。もう一球。投手は一度マウンドを外し、深呼吸を繰り返します。レッドソックスベンチも総立ちです。捕手が何度もサインを送り直します。この一球だけは絶対に失投できない。そんな緊張感がダイヤモンド全体を包み込んでいました。しかし、この時まだ誰も気づいていませんでした。試合の主導権は、一打席だけでは決まらないということに、大谷との勝負が終わると、ドジャース打線は粘り強く攻撃を続けます。鋭い打球が内野を襲い、走者は一つずつ次の塁を狙う。レッドソックスも必死の守備で食い止め、一つ一つアウトを積み重ねていきました。攻守が目まぐるしく入れ替わる中、試合は少しずつ後半戦へ突入していきます。そして5回裏、球場の空気が再び変わりました。ホームチームの大歓声がフェンウェイ、パークを揺らします。一塁側スタンドから響く応援。三塁側から帰ってくるドジャースファンの大声援。二つの歓声がぶつかり合い、スタジアム全体が震えているようでした。スコアはわずか1点差。一本のヒット。一本の長打。それだけで流れは一気に変わります。だからこそ、一球一球に張り詰めた空気が漂っていました。マウンドでは右腕エースがロジンバックを握ります。帽子のつばを整え、大きく息を吐きました。打席には、この試合ここまで最も鋭いスイングを見せている手法。初球、外角低めへのツーシーム、ストライク、捕手のミットが乾いた音を響かせます。実況席も思わず声を上げました。素晴らしいコントロールです。全く甘くありません。続く2球目、内角高めへの速球。打者は鋭く振り抜きます。
大きなファウル。スタンドへ飛び込む打球に悲鳴と歓声が入り混じりました。追い込まれながらも、打者の視線は全く揺らぎません。3球目。チェンジアップ。完全にタイミングを外されたように見えました。ところがバットの先端がわずかにボールへ触れます。ファウル。命拾い。ベンチでは監督が腕を組んだまま、一歩も動きません。一球投げるたびに選手全員が立ち上がり、結果を見届けてから腰を下ろします。この打席が試合を左右する。そんな予感が球場中に広がっていました。フルカウント。6球目。スタジアム全体が静まり返ります。投手がゆっくり足を上げました。投げた。外角いっぱい。打者は逆方向へ流します。打球は一点二塁間を鋭く破り、ライト全ヒット。一塁走者は一気に三塁へ到達します。チャンス拡大。スタンドのボルテージが一気に上がりました。実況席も熱を帯びます。ここで流れが変わるのでしょうか。しかし、本当の勝負はここからでした。続く打者は送りバントの構え。誰もが犠打を予想しました。ところが2球目。突然バスターへ切り替えます。三遊間への鋭いゴロ。ショートが横っ飛びで捕球。すぐに二塁へ送球。間一発アウト。しかし一塁への送球は間に合いません。一死一。三塁。依然として絶好の得点機です。ベンチからは次々とサインが送られます。盗塁なのか、スクイズなのか、エンドランなのか、スタンドからは全く読み取れません。ただ一つわかるのは、両軍の駆け引きがさらに激しくなっているということでした。ここで相手ベンチが動きます。ブルペンからサランリリーフがコールされました。大型ビジョンへ名前が映し出された瞬間、球場は大歓声に包まれます。剛速球で押すタイプではありません。鋭い変化球と抜群の制球力で打者を翻弄する投手です。初球、大きく曲がる外角スライダー、見逃しストライク。2球目、内角へのカットボール、詰まりながらファウル。あっという間に追い込みます。ところが次の瞬間、球場全体が静まり返ります。捕手は低めを要求しました。しかし投手は首を振ります。もう一度。さらにもう一度。3度目でようやくうなずきました。選んだ球種は、誰も予想しなかった高めのストレート。全力で腕を振ります。打者は完全に差し込まれました。打球は浅いセンターフライ。センターが前進して捕球。その瞬間、三塁走者がスタートを切ります。返球。ホームクロスプレー。判定はセーフ。1点差。球場が揺れるような歓声に包まれました。両軍ベンチも一斉に立ち上がります。ここからは完全な総力戦。継投。代打。守備固め。すべての采配が勝敗へ直結する時間帯へ入っていきます。実況席では元名投手の解説者が静かに語ります。野球は一人では勝てません。しかし、スターの存在が仲間に勇気を与える。その空気が、今この球場には確かにあります。スタンドでは子供たちがユニフォームを振り、大人たちは祈るように手を組んでいました。誰一人として席を立ちません。売店へ向かう人の姿もありません。全員が次の一球を見逃すまいと、グラウンドだけを見つめています。試合はいよいよ終盤へ。スコアは依然として決着がついていません。残されたアウトは、あとわずか。次に訪れるチャンスが、最後になるかもしれない。そして8回が終了。両軍ベンチには張り詰めた空気だけが残っていました。照明に照らされたダイヤモンド。マウンドへ集まる内野陣。ベンチ最前列では、一人の強打者が静かにバットを握っています。実況アナウンサーは声のトーンを落としました。すべては、次のイニングです。誰も予想できなかったドラマは、まだ幕を開けたばかりでした。9回、運命を決める最後の戦いが、いよいよ始まろうとしていた。9回、フェンウェイ、パークの空気は、それまでとは全く違うものへと変わっていました。誰一人として席を立ちません。数万人の視線がダイヤモンドへ注がれ、実況席のアナウンサーでさえ数秒間言葉を失います。スコアは1点差。あと3つのアウトで試合は終わる。その事実は誰もが理解していました。しかし、この夜だけは、まだ何かが起こる。そんな予感だけが球場全体を支配していたのです。先頭打者がゆっくりと打席へ向かいます。スタンドから大きな拍手。
初球は外角いっぱいへのストレート。見逃しストライク。続く2球目。鋭いスライダーを逆方向へ流すと、打球は三遊間を抜けてレフト前へ転がります。先頭打者が出塁。その瞬間、ベンチの空気が一気に変わりました。続く打者には送りバントのサイン。一球で完璧に決めます。一死二塁。スタンドには期待と緊張が入り混じったざわめきが広がっていきました。しかし、本当の勝負はここからでした。相手ベンチには敬遠という選択肢も浮かびます。それでも監督は首を横に振りました。勝負を選んだのです。その決断に球場全体がどよめきます。そして4番打者がネクストサークルからゆっくり歩き出しました。バットを軽く回し、静かに打席へ入る姿だけで、スタンドは総立ちになります。実況アナウンサーも思わず声を張り上げました。この試合、最大のクライマックスです。捕手は何度もサインを送り直します。投手も深呼吸を繰り返しました。初球、外角低め、ボール、2球目、内角高めへの速球、鋭く振り抜きますがファウル。カウントは1、3球目はフォーク。打者は最後まで見極めてボール。4球目、ストレート、空振り。ついに追い込まれました。ホームチームのファンはあと1球を期待し、ドジャースファンは祈るような表情で見守ります。球場全体が息を飲みました。ところが、この1球が全てを変えます。5球目、捕手は低めを要求します。しかし投手は首を振りました。最後に選んだのは、この日最も自信を持つストレート。渾身の1球。打者も全身の力を込めてバットを振り抜きます。カキーン。乾いた快音が夜空へ突き抜けました。打球は一直線。センター方向へ高々と舞い上がり、そのままぐんぐん伸びていきます。センターが全力で交代。フェンス際まで走る。最後はジャンプ。しかし、ほどけかない。白球はフェンスを越え、満員のスタンドへ吸い込まれていきました。劇的な逆転スリーランホームラン。一瞬、フェンウェイ、パークから音が消えます。次の瞬間、ドジャースファンの歓声が爆発しました。ベンチから選手たちが一斉に飛び出します。笑顔、歓喜、そして大きな拍手。打者は落ち着いた表情のままダイヤモンドを一周しました。派手なガッツポーズはありません。仲間の待つホームベースへ、一歩ずつ力強く歩みを進めます。ホームイン。ベンチ前では全員が笑顔で迎え、ヘルメットを叩き合いながら喜びを分かち合いました。実況席の興奮を最高潮に達します。なんというドラマでしょう。これぞ野球。これぞ最高峰の舞台です。解説者も静かにうなずきました。勝敗を分けたのは技術だけではありません。最後まで信じ抜いた気持ちが、この一打につながりました。大型ビジョンには何度もリプレイ映像が映し出され、その度にスタンドから歓声と拍手が巻き起こります。SNS でも瞬く間に話題となり、映画よりも劇的。これだから野球はやめられない。今年最高の試合だ。という声が次々と投稿されていきました。やがて試合終了。選手たちは互いの健闘を称え合い、握手を交わします。勝者には歓喜があり、敗者には悔しさがありました。しかし両チームに共通していたのは、最後の最後まで全力でそよい抜いた者だけが見せる誇りです。監督は試合後のインタビューで静かに語りました。最後まで誰一人として諦めませんでした。それが今日の勝因です。ベテラン選手は若手の肩を叩き、ルーキーたちはこの一戦を胸に刻みながら次の戦いへ歩き始めます。試合終了後も多くのファンは席を立たず、照明に照らされたダイヤモンドへ惜しみない拍手を送り続けていました。あの快音は、きっと誰の耳にも残り続けるでしょう。一本のホームランが流れを変え、仲間を勇気づけ、球場全体の心を揺さぶった夜。野球には数字だけでは語れない物語があります。そして、人々の記憶に残る名場面は、最後まで信じ続けた者のもとに生まれるのです。このフェンウェイ、パークで生まれたドラマもまた、多くのファンに語り継がれる忘れられない一戦となりました。